な予感がする。こんにちは、アキベドルです。アッカーマンのサバイバル、やっとクリアできました。想像以上に大変で5日ほどかかりました。ということで今回は、この5日にわたる戦いをダイジェストで紹介していこうと思います。ちなみにプレイ中の映像はあらかた録画してあって、その中では50回ぐらい死んでました。近くに物資がないか探そう。その日、人類は思い出した。アッカーマン巨人の恐ろしさを。奴らに上回れない、素早さを。結論から言うと、雷装でのクリアは諦めました。あまりにも難しすぎて。まず一度でも掴まれたら終了。旋回してうなじにこすりつけるようなやり方では掴まれるリスクが大きく、かといって遠くから狙撃するにも、動きが早いのでかわされてしまう。壁とかに引き寄せれば当たるかもしれませんが、その話はまた今度。近くに物資がないか探して。まずは戦に備えて準備に取り掛かろう。この日は、雷装以外のクリアできる可能性のある武器を探していました。まずは雷刀。決して楽な道ではありませんでした。まず自分はブレードなんぞ使ったことがあまりなく、雷装ばっか使ってました。雷装かっこいいからね。雷装で死にまくってた時は、雷装で無理なら何なら勝てるんだ、と心の中で叫んでました。それに、まだ鎧とどのように戦ったらいいかわからなかったので、鎧に握りつぶされることが多かったです。今の映像では、ブレードの持ち方に慣れていなかったので雷装と同じ横持ちでやってます。ブレードの横持ちはやりづらかったのですぐやめました。二股ブレードでもやってみました。二股も二股で難しかったです。まず、巨人はスロー中でも普通に動きます。これがもうおかしいんですけど。なので、飛行種が大量にいる場合ではスロー直後の勢いが落ちたところを掴まれる可能性があります。それと、鎧に掴まれたら大抵脱出できません。これは雷刀でも同じように感じました。時間がギリギリなんですよね。きっとストップ中は刃を捨てられないから思ったようにいかないんでしょうかね。これについては後日検証するつもりです。また雷装でやってみました。簡単にできることじゃない。無理でした。鎧の巨人が出てくるなんて。雷刀を使っていたある時、鎧が静止しました。両つべでいろんな人のプレイ動画を見ていたのでこの現象自体は知っていたのですが、実際に遭遇するのはこれで2回目でした。そしてこの現象が起きた時にやりたかったことがあるんです。行くぞ。とある回で、ライナーはこう言ってました。こいつを奴らのケツにぶち込む、弱点はこの2つのみ。鎧のケツにブレードをぶち込めるのは、今しかない。いけ。これは、飛行種に囲まれて積みかけた時です。飛行種が湧いたら早いうちに倒した方がいいです。指を切ろうとしてるのに切れなくてムカついてるシーンです。おそらく腕に当たってるんだと思ってます。掴まれてるんだから指以外切るわけないだろ。奴らの行動は予測できない。慎重に行け。こうなると本当に命がけの戦いになります。こういう時は移動して飛行種を分散させた方がいいのですが、すぐ追いつかれるんですよね。今のように、攻撃を食らって勢いが落ちたところを狙ってまた攻撃される可能性があります。なので下手に動けないんですよね。打開方法としては、地道に1体ずつ倒していくしかないと思います。巨人に掴まれた後は全員硬直するので、その隙を狙って攻撃してますが、それはあくまで万が一掴まれた時の話。自ら掴まれに行ってはいけません。たまにはこういうエリア外を利用して回復の時間を稼いだりしていますが、エリアに入るとすぐ追ってくるので注意です。飛行種はあと3体です。ここまで来れば連撃で倒せます。時間はかかりましたが、なんとか打開できました。両つべの攻略動画に倣って、でけえ害虫を壁ではめ始めました。
こうなるともう手段は選んでられません。何としてでも勝つ、何としてでも生きる。ちなみに16日は筋肉痛だったのでお休みしました。それと、操作方法を変えてみました。今まではタイプ A だったんですが、タイプ C にしました。タイプ A ではグリップボタンでアンカー射出、腕を引いて巻き取るのですが、タイプ C ではトリガーボタンでアンカー射出、グリップボタンで巻き取る形になります。タイプ C の何が気に入ったのかというと、巨人の正面から旋回するとき、巨人が自分の動きに合わせて背を向けてくれないときがあります。アンカーを巻き取らずに旋回すれば、大体いい感じにうなじに攻撃が当たります。そして何より原作の設定に近い操作でできること。このシーンでは、巨人のうなじに攻撃を当てるために一瞬巻き取りをやめてます。悪くねえ。スローで見てみます。こんな感じです。あの巨人は厄介。気をつけて。また寄港種の対処に遅れました。かなりヤバいです。しかし、安全地帯を発見しました。そこ。建物越しに攻撃されたらヤバいので真ん中に寄ります。ここなら完全に死角なので一息つけるし、巨人も分散できる神アンチです。しかし今回はそれほど分散できなかった模様。うまく分散できると、こんな風に巨人がいろんなところを散歩しています。安全地帯をもう一つ見つけました。あの巨人は動きが読めない。そこ。このてっぺんでは寄港種がジャンプしても届きません。鎧が岩を蹴飛ばしてこない限り安全です。このタイプのアンチはここにもあります。寄港種が離れていったところを狙う感じになるかと思います。それでもカオスにはなりますが、新しい技を覚えました。両下突。上から刺したら倒しやすいことに気づきました。両つべで上から刺した方がやりやすそうなことは知っていたんですが、個人的にせこいと思ってたのでやってませんでした。これ強いね。ソブなんて原作設定に遵守する余裕なんてねえよ。あと、この技名は決して鬼を滅する作品を真似してるわけではない。今の討伐数は98、残りは鎧と寄港種です。やっとこの戦いに収縮を打てる。マジで死にたくないので慎重にやってるため、倍速でお届けします。残り時間が5分を切りました。そして鎧の体力は半分ほどあります。ここは正々堂々と勝負すべきだと思ったので、ここからは壁はめなしでいきます。ずっと岩飛ばすかジャンプしてて腹立つんよな。ダメ。このままではやられてしまう。ここガチでムカついた。これまでに80体以上殺して死んだことが2回ほどあるのですが、それとは怒りのレベルが違う。うぜえなマジ。を超えて、過ぎたことは仕方がない。と愚痴も言えなくなるレベル。掴まれてるのに刃捨てられない時があるんだよな。そのせいで攻撃が遅れて間に合わないし、それ以外にも理不尽な点は多い。個人的に代表的だと思ってるのが鎧のジャンプ。どう見ても拳に当たってないのに当たった判定になっている。巨人のモーションと当たり判定が合っていないのは無垢の巨人にも同じ。他のスロー中にた巨人は普通に動いていたり、巨人がアンカーを巻き取られた際のスピードがシンプルや。どうせ死ぬと思ってたので録画は途中からになります。今の討伐数は94、クリアは目前です。やっとこの戦いに終止符を打てる。巨人を100体殺しましょう。すべて。今度は我々が進撃する番です。ということで、ここからは倍速になります。アッカーマンサバイバルがこれほど難しいとは思ってもいませんでした。雷装でクリアできるようなもんなんでしょうか。開発陣はおそらくテストプレイしていない。
とりあえず運営さんには頑張ってほしいところですが、ここ最近アップデがないしそんな余力はあるんでしょうか。締めに入ろうとしてるけど本当にクリアするのかって？本当にクリアします。不利じゃないです。見ててくれ。でけえ害虫の駆除に成功しました。かっこよく締めるためとか考える余裕がないので、面倒な鎧を先に片付けてます。あとは気候種を倒すだけです。めっちゃ嬉しい。スコアは102万。ノーダメージで30万くらい増えるっぽいので、ノーダメクリアできるならしてみたいところ。胸を張っていい。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。